いらっしゃい、エリートさんたち。研究所の盗難事件だ。容疑者には完璧なアリバイがある。あれは絶対に許可できません。残念、お宝は見つからなかったみたいだね。ネオンが鈍く光る早朝のサイバーポリスオプティマ。高層ビル群の巨大なホログラムモニターにニュースキャスターが映し出されている。昨夜第2セクターの先端技術研究所から次世代エネルギーに関する機密データが何者かによって盗み出される事件が発生しました。犯人は現在も逃走中ですが、セントラルオプティマイザープロビデンスは速やかな事件解決を宣言しています。治安維持局会議室。空中に容疑者の男の顔写真と大量のグラフや数値データが展開されている。容疑者の名前は柏木隼人。先端技術研究所の元研究員であり、システムのアクセス制御や動機を考えれば彼が最も重要な容疑者だ。だが彼にはプロビデンスが保証した完璧なアリバイがある。ジンが指を鳴らすと行動ログがグラフ化される。事件発生時、柏木の行動ログデータは彼が自宅のベッドで就寝していたことを示している。生体センサーの心拍数、部屋の温度変化、 GPS 記録、防犯カメラの顔認証記録、すべての構造化データが彼の無実を証明している。プロビデンスが処理したデータに矛盾はありません。システムの分析上、彼はシュです。本当にそうか。何か言いたいのか、ベン。お前たちが見ているのは AI が見えないノイズを削ぎ落として見栄えよく表向きにまとめた結果に違いない。そんなものはシステムが都合よく解釈した二次データに過ぎない。相変わらず非効率で野蛮な男だ。 AI の弾き出した最適解こそがこの都市の秩序だ。それに反発するのは野蛮な直感に過ぎない。容疑者のアパートの防犯カメラが捉えた生の映像やその空間の環境ノイズ、誰の意図も介入していない。システムが処理する前の一次データを見るべきだ。そんなことは非効率だ。防犯カメラの映像も音声もプロビデンスの処理によってすでに解析済みだ。不審な点は一切ない。好きにしろ、レン。そんな局長。ただしシステムが導き出した最適解を覆すほどの証拠を見つけてこい。機械の一次データは嘘をつかないが、もし一次データまでいじられていたらどう証明する。薄暗く湿った空気が漂うスラム街。ジャンク部品が乱雑に置かれた路地裏。レンの後ろを不安そうな表情のシオンが歩いている。連捜査官、監査官として警告します。治安維持局の人間が地下街の情報屋と接触するなど重大なコンプライアンス違反です。シオン、お堅いこと言うなよ。上層の綺麗にパッケージされたデータじゃあの偽装は崩せない。ここにはシステムが解析済みとやらの生の一次データが転がってるんだ。私が心配しているのはそれだけではありません。連捜査官、まさかまたあれを使う気ですか？必要ならな。あれは絶対に許可できません。かつて危険だと廃棄されたプロトタイプの網膜デバイスによる生データの脳内直結処理。未加工の VIP データが人間の脳に与える負荷は計り知れません。あなたは自分の命を削っているんですよ。痛い思いをしないと隠された真実は暴けないのさ。薄暗い地下のスラム街のジャンクや無数のモニターが乱雑に置かれた部屋で、ピンク色のボブヘアの少女リコがキーボードを叩いている。いらっしゃい、エリートさんたち。で、今日は何のゴミ拾い？研究所の盗難事件だ。
事件当日、容疑者が住む高級アパート付近の飛行増加データ、映像と音声の一時データを丸ごと引き出したい。そうなんだね。お代は安くないよ。プロビデンスが無視したゴミの山から宝探しってわけね。そんなこと無意味です。AI の飛行増加データ処理は完璧です。人間の精度をとうに超えているんですよ。それは AI 加工されたデータを起点としたものの見方だ。AI は与えられた計算枠の中でしかものを見ない。人間の知的活動と AI の関係性ってやつを今からじっくりと見せてやる。レンが耳元から特殊なプラグを取り出し、コンソールポートに突き刺す。行くぜ、ログダイブ。プラグを刺した瞬間、レンの瞳が緑色の光を放つ。レンの視界がワイヤーフレームのサイバー空間へと変貌する。レンの頭の中に無数のテキストや波形が吹雪のように流れ込んでくる。レンが苦痛に顔を歪める。心拍数が異常上昇しています。連操作間。限界時間は3分です。それ以上は脳が焼き切れます。シオン、黙ってろ。ノイズの中に必ず違和感があるはずだ。脳内のデータ空間を泳ぐレン。防犯カメラの映像データと音声波形が通り過ぎていく。映像のフレーム単位の欠落はない。音声の波形もアパートの環境ノイズと完全に一致している。残念。お宝は見つからなかったみたいだね。ちょっと待てよ。防犯カメラの生のデータをもっと別の視点から分析してみる。防犯カメラのデータをメタ化して固有周波数を割り出してくれ。メタ情報からカメラの固有周波数ね。何も異常なしね。人間の耳には聞こえない超音波帯域の波形を可視化してくれ。完璧だった緑色の波形データの一部が不協和音を伴う赤い歪みとなって浮かび上がる。レンがその赤い歪みに向かって手を伸ばし強く握りしめる。見つけたぜ。見えないノイズをな。レンがポートからプラグを引き抜く。瞳の緑色の発光が消え、レンが荒い息をついて膝をつく。連操作間、大丈夫ですか？ああ、なんとかな。ビンゴだ。一時データを偽装してるなんて信じらんない。音声の波形は完璧だったけど、人間の耳には聞こえない超音波帯域に本来あるはずのデータが丸ごと削除されている痕跡があったわ。これはツールで加工された偽装データである証拠だよ。そんなことって、ちょっと待ってください。そのデータをさらに探索的データ解析にかけてみます。見つけました。波形の微細なつなぎ目に一定の長周期でループ再生ノイズが発生しています。つまりこの寝室の防犯カメラの映像と音声は別の日にこのアパートの防犯カメラで録音された一時データを偽装し、当日の事件時刻に合わせてループ再生していたということです。そういうことになるな。まさか一時データまで偽装していたとは。一体どんなやつだ。犯人は事件現場の監視カメラの映像データはジャミングでごまかせても、アパートの寝室に響く見えないノイズまでは気が回らなかったってことか。犯人が何を隠したかったか、人間の目で探さなきゃ。これが AI とは違う人間の知的活動を起点としたものの見方だ。深夜、オプティマ市の高級アパート。容疑者の柏木が荷物をトランクに詰め込んでいる。そこにジンが率いる部隊が突入してくる。なんだお前たちは。プロビデンスの分析で私の容疑は晴れたはずだ。たった今状況が変わったんだよ。柏木隼人、あなたの行動ログは高度なツールによってアリバイを偽装したものでした。寝室の防犯カメラの飛行増加データを探索的データ解析にかけた結果、
あなたが使った偽装ツールの痕跡がループ再生ノイズとして検出されました。バカな。お前が使ったアリバイ偽装ツールは最新生成 AI と特殊装置を組み合わせたよくできた代物だったよ。だが非構造化データの処理が甘かったな。プロビデンスの目はごまかせても俺の目はごまかせない。そんなはずはない。あの男はこの偽装ツールで作った非構造化データなら絶対にシステムにはバレないと言っていたのに。あの男、誰からこの偽装ツールを買った？名前は知らない。ダークウェブで接触してきた青白い肌の気味の悪い少年だ。オプティマ市を見下ろす暗い高層ビルの屋上。黒いコートを着た謎の男が立っている。その傍らに少年のホログラムが浮かぶ。ああ、僕の作った偽装ツールが見破られちゃった。構わない。あれは本の小手調べだ。プロビネンスの予測モデルの隙をつけることはこれで証明されたのだからな。でもさ、あの捜査官、システムの見逃した見えないノイズを自分の脳みそをすり減らしてまで拾い上げるなんて頭がおかしいよ。きれいに生成された嘘のデータよりも泥臭い真実を愛するこの町の外れ値というわけだ。次はもっと面白い幻を見せてあげるよ。奴の頭がおかしくなっちゃうくらいのやつをね。プロビネンスが統制するこの都市に少しずつ共鳴させてやろう。真実という名のノイズをな。都市のネオンが冷たく瞬く。謎の男の静かな笑い声が風に溶けている。次回第3話ファントムプロンプト。アウライヤー